世界のディズニーパークには必ずお城があります。しかしこのお城はただの飾りではありません。高さ、位置、見え方、そして中で何が起きているか、今日はランキング形式で見ていきます。皆さんも予想してみてください。それでは第6位からです。第6位、眠れる森の美女の城、ディズニーランドアナハイム。高さ 23.5 メートル。世界で最初に作られたディズニーキャッスルです。そして同時にディズニーパークのお城の中で最も小さいお城です。理由はシンプルです。ここが最も古いからです。1955年当時、ディズニーランドはまだテーマパークという言葉が一般化していない時代に誕生しました。当時このお城は入り口の目印として必要だったのです。重要なのは小さいから価値が低いわけではないことです。このお城は城という概念をパーク体験の中心に置くその最初の一手でした。そしてこのお城は周年ごとに装いを変えて時代の記憶も積み重ねてきます。2005年の50周年では塔に金の王冠が施され、2015年の60周年ではクリスタルの装飾が加わりました。つまりアナハイムのお城は歴史と更新で勝負するお城なのです。次は同じ眠れる森の美女の城でも美しく不気味な城です。第5位、眠れる森の美女の城、ディズニーランドパリ。高さ45メートル。ここで一気に高さが跳ね上がります。パリのお城は歩いて回れるお城です。2階は眠れる森の美女ギャラリー、ステンドグラスとタペストリーで映画のシーンを美術館のように体験します。そして地下にはドラゴンの洞窟、巨大なドラゴンが眠り、時々目を覚まして動きます。これはマレフィセントが変身した姿です。つまりパリのお城は外から見て終わりではありません。中に入って完結します。さらにヨーロッパにはおとぎ話は少し怖いものという文化の前提があります。だからこのお城は可愛いだけではありません。美しく、そして少し不気味です。高さ約45メートルは円形の象徴性と内部体験にを兼ね備えるスケール感、その両立点として成立しています。ヨーロッパは歴史のある建造物が多いため、ディズニーも差別化のためにエンターテイメント性を追求したと言えます。次は東京ディズニーが誇るお城です。第4位、シンデレラ城、東京ディズニーランド、高さ51メートル。ここで日本が登場します。東京のシンデレラ城はそれ以前に完成していたマジックキングダム版の複製として出発したため、共通点が非常に多いお城です。ただし東京はその上で密度を積み上げました。まず29本の塔、そしてファンタジーランド側から見上げると21枚のイタリア製ガラスを使用したステンドグラスが見えます。さらに圧巻なのがお城の1階通路にあるモザイク壁画です。縦 4.6 メートル、横3メートルのアーチ型、シンデレラの名シーンを表現したイタリアガラスのモザイクが5枚並びます。この壁画にはディズニーを代表するデザイナーの顔がキャラクターとして紛れ込んでいます。しかも一部には本物の宝石が使われています。つまり東京のお城は遠くから見える象徴でありながら、近づいた瞬間にアート作品になります。そして石垣は上に向かうほど小さく、窓や扉も段階的に縮んでいく。映画のセットで使われる技術を実際の建築に落とし込んでいるのです。さらに細部には小ネタもあります。通路入り口の上部にはディズニー家の紋章が飾られています。ただし歴史上実在する紋章とは意匠が異なります。本物らしさではなく物語としての本物を選んでいるわけです。次は同じ51メートルでも作り変えたお城です。第3位、キャッスル・オブ・マジカル・ドリーム、香港ディズニーランド、高さ51メートル。高さは東京と同じです。中身は全く違います。香港のお城は開園当初の眠れる森の美女のお城から大幅にテーマ変更されました。ここで重要なのは小規模改修ではないことです。ディズニーパークとしては異例に
パーク初のクローズを実行し、形もストーリーも作り変えました。つまり香港はお城を更新したのです。そしてこのお城は特定のプリンセスのお城ではありません。この後紹介する上海ディズニーと同じく、全てのプリンセスが集まるお城という設計思想です。中にはプリンセスと会えるロイヤルレセプションホール、そして香港のジュエリーショップ、周太福が運営するエンチャンテッドトレジャーズなどもあります。お城は体験と商業が一体化した多機能施設です。さらにビビディバビディブティックも新設され、夢を着せる場所としての役割も強化されました。2020年11月21日に正式オープンした香港のお城は戻ってきたお城ではなく、生まれ変わったお城なのです。次は世界で最も有名なお城、そして地下に夢を支える現実を抱えたお城です。第2位、シンデレラ城マジックキングダム。高さ 57.6 メートル、世界で最も有名なお城です。そしてこのお城は遠くから見せるために徹底的に設計されています。理由はパーク構造にあります。マジックキングダムにはユーティリ堂と呼ばれる地下施設があります。これはユーティリティとコリドーを組み合わせた造語で、キャストの動線や物資搬入などバックヤード機能の多くを地下に通しています。つまり地上は夢だけを見せるために整理されているのです。その中心に置かれるお城はとにかく目立つ必要がありました。189フィートという高さは象徴性を最大化するための数字です。ただし外観は2006年以前の東京ディズニーランドの城とほぼ同じと言われています。一方で石垣の質感は東京ほどリアルではなく、色もより明るく塗られています。つまり同じ型でも求めた印象は異なります。そして内部では東京では小スペースだった場所がマジックキングダムでシンデレラズロイヤルテーブルというレストランになっています。当初は別名で1997年に改名されました。本来この施設はウォルトとその家族が関係者をもてなすための構想と上階のプライベートスペースに直結する計画がありました。しかし1966年にウォルトが死去したため計画は変わり、一般ゲストにも公開されていきます。つまりこのお城は見せる象徴でありながら、内部は時代の事情で用途が変わっていったお城なのです。そして最後はお城の役割そのものが劇場化した場所です。第1位、エンチャンテッドストーリーブックキャッスル上海ディズニーランド。高さ60メートル、現在世界で最も高いディズニーキャッスルです。しかし重要なのは高いことそのものではありません。通常のディズニーキャッスルはお城の下をくぐってファンタジーランドへ抜けられます。しかしこのお城は通り抜けができません。上海ディズニーではお城が正面に体験を集約する舞台になっているのです。お城の目の前には噴水があり、プロジェクションマッピングではウォータースクリーンの役割も担います。そしてエンターテイメントではイグナイト・ザ・ドリーム、ミッキーがディズニー映画に迷い込むストーリーで、花火、レーザー、噴水、炎、サーチライトまで動員して空間全体を劇場化します。つまり上海のお城はただのランドマークではなく劇場装置と言えます。そしてこのお城もまた特定の城ではありません。すべてのプリンセスが集まる魔法のお城という設定です。さらに城内には高価宴会場と呼ばれる高級レストランもあります。ショーの中心であり滞在の中心でもある。高さ約60メートルは物語を投影するためのキャンバスであり、体験を集約するための器です。これこそが最新世代のディズニーキャッスルです。皆さんの予想は当たっていましたか？今日見てきたようにディズニーのお城はその時代、その土地、そのパークに必要な体験の役割の結果として高さが変化してきたのです。次回はお城ではなく山が語るディズニー建築を見ていきます。見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。面白いと思っていただけた方は高評価を押していただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。